梅。Hello, hello, hello! ニコニコチャンネルです。はい、スタート。先ほど言ったんだけど、私はニコニコチャンネルのニックです。よろしくお願いします。そうですね、私イギリス人なんですけど、ドイツ人ではなくてロシア人ではなくてアメリカ人ではなくてイギリス人です。そしてイギリスのどこから来たかというと、マンチェスターですね。マンチェスター出身です。マンチェスターご存知ですか？知らないよ。マンチェスターといえばもちろんサッカー、マンチェスターユナイテッド、デイビッド・ベッカム、この3つぐらいが有名かな、日本人の中には。で、実は僕はあんまり、サッカー詳しくないんだけど、でも確かにマンチェスターはサッカーが有名ということですね。でもマンチェスターはちょっとイギリスのどっかにあるかというと、ちょっとロンドンから上の方にありますよね。それ電車に乗れば多分3時間ぐらいかかるかな。そうですね。で、日本ではやっぱり東京の人はこうです、大阪の人、関西人はこうです、北陸の人はこうですみたいな、そういうイメージは結構ありますよね。で、実はイギリスにもそういうイメージ、この何々市の人たちはこうですという、ステレオタイプというかありますよね。で、マンチェスターのステレオタイプは何かというと、そうですね、ロンドンはイギリスの首都なので、ちょっと人はちょっと冷たいっていうイメージありますよね。でもマンチェスターの方はちょっと心が温かいね。知らない人にも話しかける。私実はいろんな友達に怒られるんだけど、知らない人に話しかけようといつもするんだけど、それはマンチェスターのおもてなしです。それではなぜこの YouTube を始めようと思ったかというと、実は私5年間ほど日本に住んだことあるんだけど、でその時いろんな人から質問いただいてて、イギリスに対して、例えば「ねえねえニック、イギリス料理まずいと聞いたんだけど本当ですか?」とか、あとは「毎日フィッシュ&チップス作ってるんでしょ?」みたいな、あとは「サクないでしょ?」とか、そういう質問結構もらってて、でももちろん別にその悪気はないと思うんですけど、でもちゃんとその日本人向けにイギリスやロンドンのことを紹介していこうかなと思ってます。で18歳の時は初めて日本に来ました。でそれはもちろん東京で、その後留学生として関西の神戸の方に1年間ほどいました。でその後は留学生ではなくて社会人として日本また発見で、それはどこかというと関東ではなくて関西ではなくて北陸の富山県でした。でも私はね、日本人の友達に「いや実は3年間ほど富山に住んでましたよ」って言ったら、いろんな人が「どうして富山?」って、そういうリアクション、そういう反応は結構多いね。でも富山県はなかなか外国人が行かないところだし、日本の、地方の方やし、だからちょっとなかなか普通観光客が体験できないザ・ジャパンを見ることができたんじゃないかなと思うんだけど、でその社会人、さっき言ったんだけど社会人として行って、でもどんな仕事をやったかというと、もちろん英語を教えたり、あとは国際理解講座とか、あとは翻訳通訳とか、いろんな本当に様々な幅広い仕事でしたね。でその後は、東京に行って、で1年間ちょい東京に住みましたよね。で実は去年の4月まで日本にいたんだけど、でちょっと年取ってしまって、そろそろイギリスに帰った方がいいんじゃないかなと思って、で実はイギリスに帰ってきました。でも
実は私ずっと生まれも育ちもマンチェスターで、イギリスの他のところに住んだことないので、実はなんかマンチェスターしか知らないという不思議なことなんだけど、で今回はマンチェスターではなくてロンドンに住むことになって、でまさか自分もなんか外国人、なんかすごい不思議な感じで、自分はイギリス人なんだけどロンドンに住んだことないので、自分も外国人のような感覚でいたんだね。でなんかよくわからないし、なんかその地下鉄、すごい複雑な地下鉄システムよくわからず、あとはどっち側、エスカレーターのどっち側に立てればいいのかみたいなことをすごい困ってたんだけどさ、よくなんか日本人、よく長くロンドンに住んでる日本人の友達に怒られたりして、まあでもやっとそろそろ1年間引っ越してからもうそろそろ1年間が経ちましたので、それでもしかして心がマンチェスターなんだけど、でも若干ロンドナーっぽくなってきたんじゃないかなと思うんだけど、趣味は何だろう。もちろん美味しいものを食べたり、で友達と一緒に遊んだり、あとはなんかビール結構好きなんだから、ビール飲みたりするよね。でも高校生時代は水泳部のキャプテンでした。信じられないでしょ。この人間が水泳部のキャプテンでした。そうです。でその水泳は結構好きだし、ためにしかやらないんだけど、でも水泳は趣味だし、でも最近ちょっとちょっと言っちゃやばいかもしれないけど、でもなんか最近ハマってることがポールダンスです。で別になんかエッチな関係とかないと思うんだ別にないと思うんだけど、ただ去年2018年に入って、2018年の抱負は何かというと、ちょっといろんなことに挑戦していきたいってこと、なんか自分が行ったことないところに行くとか、あとは食べることないことを食べるとか、あとはやったことないことをやるみたいな。で僕はちっちゃい時からすごい体がものすごい硬くて、全然なんかダンスなんやらすごいもう本当に無理、もう全然柔らかくないし、だから昨日去年の抱負に合わせてちょっとやったことないやってみようかなって思って、で何しようかと思って、そしてなんか友達なんかインスタグラムでたまになんかその時間潰しとしてなんか電車待ってるとかなんかちょっとインスタ見ようかなと思って、でなんか友達はポールダンスをやってる動画がインスタグラムに掲載されたんだけど、それ見てすげえなって思って、なんかすごい綺麗だし、あとはなんかなかなかちょっと普通の趣味と違ってなかなか普通やらないことなんで、それちょっと興味を持って一回やってみようと思ったんだけど、で今は週に3回ぐらいやってるんだけど、すごい楽しい。で去年4月からイギリスに帰ってきて、でもちろん就職活動をして、で今は某の日本大手企業 OK 今年の4月から某の日本大手企業で働いてます。で私5年間ほど日本に住んでて、でなんか逆にイギリスの会社でイギリスのある会社で働くんだったら逆にカルチャーショックを受けるんじゃないかなと思って、なぜかっていうとやっぱりなんか私前なんか政府関係信じられないでしょ。私はなんか政府関係やってたんだけど、ですごいいちいちなんかちゃんと書
書類を用意したりとか、本当になんかちゃんとしてないといけないということなんだけど、でもなんか私のイメージとしてなんかそのイギリスの会社はちょっとなんだろう、適当っていうのはちょっと失礼だけどさ、でもなんか日本までなんかそんな細かくないんじゃないかなと思って、だからなんかそのイギリスの会社にちょうどその入る前にちょっと心配してて、そしてなんかどうなるんだろうなどうなるんだろうなどうなるんだろうなって思って、あとはなんかそのせっかく日本5年間ほど住んでたし、ちょっと日本語のがちょっと落ちるんじゃないかなと思って、だからもうできるだけこのレベルをキープすればいいかなと思って、だからその日本の大手会社に応募して、で別に入社できました。じゃあ今回は自己紹介とのことなんで、これからもし何か質問したいことややってほしいこともし何かあればぜひどんどん書き込んでくださいね。もしよろしければチャンネル登録と Instagram のフォローと Twitter のフォローといいねよろしくお願いします。それではバイバーイ。